サメだ。女は必死にもがいた。ところがその時、どこか噛まれたのは明らかだった。強烈な痛みとともに、女の周りには血が広がっていた。逃げなければ、このままではサメにやられてしまう。女の予想通り、サメは女を食べようとしているようだった。ゆっくりと女の周りを回っていた。海中に広がる血の匂いがサメの鼻をさらに刺激していた。女には選択の余地がなかった。必死に力を振り絞り、海岸に向かって再び泳ぎ始めた。女が泳いでいる間、サメもやはり女を逃そうとしなかった。ところがその時、どこかで大きな銃声がした。サメに向かって誰かが発砲し始めた。サメも威嚇する銃声に驚いたのか、どこかに消えていった。今だ。女は本能のままに動いた。死を目の前にすると、人間には不思議な力が湧くものだ。女もそうだった。怪我の痛みも忘れて、女は猛スピードで、海岸にたどり着いた。結局女は島の脱出に失敗した。だが、かろうじて助かったのは奇跡に近いことだった。サメが生息する海。今後泳いで脱出することは不可能だろう。それにしても、あの船は何なのだろう。確かに銃声は船から聞こえてきた。おそらくサメに襲われそうになっている女を発見し、サメに威嚇の射撃を行ったのだろう。だとしたら、女を発見したのは明らかだが、なぜ助けてくれなかったのだろう。幸いなことに、足の傷はそう深くなかった。血もすぐに止まった。女は考え込んだ。正体不明の船とサメ。船にいる人間は明らかに自分の存在に気づいている。それに、サメに襲われたところを助けてくれた。それなのに、島には助けに来てくれない。まさか、島に来られない理由でもあるのだろうか。私を助けられない理由が。船にいる人間の正体について考えていたその時、島の森の中で何やら音がした。おかしい。確かに島には誰も住んでいなかった。この小さな島を何周歩き回ったか知れない。なんだろう。この音は。木々をかき分けながら音のする方に近づいていった女の目に飛び込んできたのは人間だった。原住民と思われる彼らは何か儀式でも行っているのか、奇怪な声を上げながら踊っていた。ところが何かがおかしい。原住民は中央に置いた何かを取り囲むように踊っていたのだが、なんとそれは骨がぎっしり詰まった大きな鍋だった。あれは何だろう。ようやくおかしな様子に気づいた女が周りを見回すと、地面には人間のものと思われる骨が四方に散らばっていた。確かに島を見て回っていた時には、あんな骨は一度も見たことがなかった。だが女は原住民が手にした棒にも人間の頭蓋骨が刺さっているのを見て確信した。
人食い人種だ。どこかで耳にしたことがある。人を捕まえて食べるという。逃げなければ、ここから早く抜け出さないと。女が慌てて体の向きを変えた瞬間、その音に気づいた人食い人種が一斉に振り向いた。バレてしまった。逃げないと。1秒でも早く。女は急いでその場から逃げようとしたが、怪我した足で走るのには限界があった。その間、女の後ろからは人食い人種が声を上げて追いかけてくる音が聞こえた。その音は猛スピードで近づいてきた。嘘、早く。身を守る武器が必要だ。女は急いで海岸近くに走っていった。そこには女が起こした焚き火があった。火をつけた棒で立ち向かうしかない。ところが方向を見失った女は自分がいたところではない反対側の海岸に出てしまった。武器がないなら隠れなければ。急いで辺りを見回した女の目に何かが飛び込んできた。女を追いかけてきた人食い人種はもうそこまで来ていた。原住民の声が遠ざかると、女は深く息をついた。こんなところに洞窟などあっただろうか。とにかく運が良かった。彼らに捕まったらおそらく。ところがその時、